こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのは、いるとある。やります。いる、ある。いるとあるは何かというと、動詞です。今までやった動詞は、実際に動いていることを表す、表現するときに使う動詞をやってきました。このいるとあるは、そこに人や物が存在している状態を表す動詞になります。例えば、私の手の上にペンがあります。このペンがあるという、この状態を表現するときに、あるとかいるを使います。じゃあ、あるといるをどうやって使い分けるかというと、いるの場合は、自ら動くもの、人とか動物がほとんどになります。自分で動けるものとか人に関しては、いるを使います。あるはそれ以外。なので、自分では動けないもの。例えばこのペン、手も足もついてないので自分では動けません。ここに置いたまま、私が動かさない限りは自分では動きません。なので、こういうものの時は、あるを使います。では、このあるといるを文としてどうやって使うのか。何々に何々がいるとかあるという時、この2の場所に、ここに入るのが場所。で、ここに物とか人が入ります。例えば、公園に男の子がいる。公園に男の子がいる。2の前に場所がの前に言いたいことを言います。なので、この文章で一番言いたいところ。男の子がいるという、男の子の存在を表現したいので、男の子がいるとなります。これともう一つ使い方があります。場所を表現したいとき、そのいる場所を表現したいとき、何々は何々にいる、あるを使います。これは、ここが物とか人、ここが場所。場所にした。場所。なので、男の子は公園にいる。そうすると、公園にいるということを伝えたい。ちょっとここ動物にしましょう。ここ、男の子じゃなくて、なんか漠然としてる。男の子じゃなくて、ワニ。公園にワニがいる。ちょっとびっくりします。ワニがいることを誰かに言いたい。ワニ。自分の家の近くの公園
にワニがいたらびっくりしますよね。急いでツイートしますよね。その時は、公園にワニがいるよ。公園にワニがいる。と、とりあえず書きますよね。その時はこの、何々に何々がある。ここを使います。例えば、男の子じゃなくて、ここもワニにしましょう。ワニの飼い主が探していました。この色の、このワニを見ませんでしたかと、ワニを探して歩いてました。公園でワニを見た人は、このワニを見たか見ないかを聞かれたら、ワニは公園にいましたとか、ワニは公園にいるよと探しているその飼い主さんに教えます。これは飼い主さんに何を伝えたいのか、ワニを探している人に何を伝えたいのかというと、公園にいるということを伝えたいので、場所を伝えたいときは、ここに場所、人や物がそこにあることを伝えたいとき、人や物について伝えたいときは、ここに人や物が来ます。では、少し練習しましょう。では、質問です。この部屋に何がありますか？私に教えてください。この部屋に何がありますか？例えば、私なら、テーブルの上に帽子があります。テーブルの上に帽子があります。帽子は自分で動かないので、あるを使います。私は先ほど、何がありますかと聞きました。何が。なので、答えは、がを使ってください。聞かれたときに返すのは、がを使って、テーブルの上に帽子があります。もしくは、帽子がテーブルの上にあります。と答えます。がで聞かれたものは、がで返す。返事をする。では、はこの部屋に傘はありますか？この部屋に傘はありますか？私は今、和で聞きました。じゃあ、何と答えますか？傘は本棚の横にあります。傘は本棚の横にあります。と使います。なので、答えが出てこないというときに、がで聞かれたんであれば、がで答える。はで聞かれたんであれば、はで答える。と覚えておいてください。それと、ついでに、今、傘のある場所は本棚の横。場所を表す単語も一緒に覚えましょう。傘は本棚の横。ラジオはテーブルの上。雑誌はテーブルの下。目覚まし時計はテレビの上。新聞紙は、これなんだろう、ゴミ箱？新聞紙はゴミ箱の中。本は本棚の中。これはあるといるを使うとき、
よく出てくる単語なので、上、下、横、隣、中というのも一緒に覚えてください。この他にあるという色を使う文があります。例えば、私には妹がいる。家族の存在を表すとき、家族、家族、妹というのは自分より下の兄弟。家族を表すときも、いるを使います。じゃあ、まだ5分ある。まだ5分あるから、例えばテストの時、まだ残り5分あるから、わからないところをやってしまおう。時間に対してもあるを使います。時間。その他には、明日、パーティーがある。明日パーティーがあります。明日パーティーがある。パーティーがは人でも物でもありません。これは誰かが開催するもの、行事になります。なので行事があるときもあるを使います。行事。明日スポーツ大会があるとか、明日バーゲンセールがあるなどの時にあるを使います。その他には、彼には情熱がある。情熱はそのものに心を込めて向き合うことを情熱と言います。情熱は人でも物でもなく、人の感情、人の特性、その人が持っている特徴、特性になります。なので、ここ、人の性質だな。その他には、私は車がある。私は車があります。車はこの運転する車。これでは使い方が2通りあります。2つあります。車は自分が持っているもの。車があるというのは、車を持っているという意味でもあります。持っている。一つ新しい言葉が出てきました。持っている。車があるでも正解です。持っているでも正解です。どっちも使えます。ただ使えないものは、あるで表現するのは大きいものとか、手に入りにくいもの。あまり今の時代では手に入りにくいものというのはないので、あるを使う場合は、あるを使うときは、大きいものだったり、手に入りにくいものを持っているときは、あるを使います。例えば、私は火星に土地があります。その時はあるを使ってもいいです。私は火星に土地があります。土地持ってます。ただ、ほとんどのものは今持っているで表現します。持っているで表現するのは小さいもの。例えばペン、
私はペンを持っている。私はティッシュボックスを持っている。私はティッシュを持っている。持っているというのは、今手に持っているの他に、これは自分のものであるという意味です。この持っているは自分のものであるという意味が入ってます。ここで使う持っているとかある。このあるとか持っているは所有。自分のもの。このペンも私のペン。私の所有のもの。なので、持っているを使います。一つ余計なお話をすると、日本でレストランに入ったとき、メニューください。メニューください。という言い方があります。メニューください。これをありますか？メニューありますか？と言い換えてみてください。メニューをくださいより、メニューありますか？メニューくださいというより、メニューありますかと聞いた方が、とっても言葉が柔らかくなります。なので、使う機会があれば、メニューありますかと使ってみてください。今日はここまで。またね。